人が嫌なことは嫌ってはっきり言うの大事よね。そうね。まあ、言わないとわかんない人は少ないと思ってて、大体なんかそういうことする人って悪意を持ってダメだって分かってやってる人なんで、そこに対して言うつもりはないんですけど、まあどちらかというと自衛のために言ってるというか、私は嫌なことは嫌ってはっきり言うことによって、いや別に嫌とか言われてないんで、みたいな言い訳を潰してるっていうか、嫌なことされた時に、嫌って言ってるのに嫌なことされましたって言うために、嫌なことは嫌って言ってます。嫌なことは嫌って言わないと、逆に、なんか、OK を出したら、その OK の価値もなくなっちゃうみたいな。なんか、ノーの言えない人間のイエスの価値って、なんかどうしたって薄まってしまうというか、説得力がこう、ね、薄まってしまうところはあると思うし、やっぱり嫌なものを嫌って言えない世界はすごく苦しいと思うし、だからなんか私は嫌なものを嫌って言っていくぜみたいな活動方針じゃなくて、逆に好きなものを好きって言いたい。大好きなものは大好きだと声をもう大にして、みんなもそうだし、私もそうだし、好きをたくさん共有していきたいよねっていう活動方針だからこそ、好きなものを好きって言うために嫌いなものはちゃんと嫌いって言おうとは思っています。なんかね、難しいですよね、でも。やっぱり私はこう、バンドリを背負っていたりとか、武士ロードを背負っていたりとか、無限大ミュータイプを背負っていたりとかでね、私個人でどこまで行っていいのかとか、やっぱり考えないと、それこそね、悪意のある切り抜き方をされたら、バンドリ全体の印象を下げてしまうことになりかねないので、そこは気をつけていきたいなとは思ってるんですけど、でも、やっぱり、誰も不快にさせる界隈にはしたくないんですよ。誰かが悲しい思いをするのは違う。から、なんか、誰か一人が 100% いい思いをするんじゃなくて、みんなが、なんか、楽しいを平等に分け与えられるような、やっぱり、一人一人一対一で私との関係を築いているとはいえ、ライブを一緒に楽しもうってしたら、やっぱり一つの場所に一度を介して集まってね、しなきゃいけないこととかもありますから、ってなると、やっぱり、誰かが悲しい思いをしないようにみんなでちょっとずつね、少しずつだけみんなで我慢したら、みんなが平等に楽しく一緒にいられる場所になるんじゃないかなって思ってて。だから私も、私ばっかり我慢してたら、それはそれで違うなって。なんか、みんなも私も一緒の箱の中にいるっていうか、そう。私が我慢するのも違うかなって思うから、私は嫌なことは嫌って言います。逆に嬉しかったことは嬉しかったって言いますね。うん。それはこれからも多分ずっと変わらないと思います。うん。雑談配信は本当にいい話たくさん聞けるな。そうでもなくない？なんかいいこと言いました、私。なんかいいことを言ってるかって言われたらそうじゃないと思う。みんなが私のこと好きでいてくれるから、なんかその中で、なんか共感してくれたりとか、いいなって思うだけで、別に私がなんかめっちゃいいことを言っているかって言われたら、そうじゃないのかもしれないけど。でも、なんか、人と対話したりとか、人の話を聞く対話ではなくて、人の話をこう、一方的に聞かないと、生まれない考えとかもあるから、私の話を聞いて、何かを考えて、自分の中で自分はこうかなとか、逆に自分は違うなとか、じゃあ自分ってどうなんだろうとか、もちろんね、私のことを知ってくれる、受け止めてくれる、受け入れてくれるっていうのもすごい嬉しいけど、自分のことじゃあ自分はどうだろうとか、自分は周りの人に対して何を思ってるかなとか、
なんか自分について考えることってあんまり普段ね、こう深く考えることないと思うので、私の考えをこう聞いた上で、もちろんめっちゃ一緒って人がいたらそれもそれで嬉しいし、全然違うっていう考えの人がいたらそれはそれで聞かせてほしいし、なんかそれぞれの考え方を大事にしてほしいなとは思いつつ、なんか改めて私のこのなんでしょう、トークのテーマについて、自分についても考えてみると、なんか今まではこう思ってたけど、なんか最近違うんだなとか、自分のなんか自己分析をしっかりすることってうまく生きていく上ですごく役に立つことなので、おすすめしたいなとは思うし、なんかそれでこうテーマについて議論するみたいなことってどんどん大人になるにつれて減っていくことではある。例えば仕事のとかだったらね、あるかもしれないけど、なんか人生についてとかそういうのって結構ね、減っていくものだと思うから、そういうのは自分の中で、あ、自分はこう思ってるなとか、なんとなく考えながら聞いてもらえたら、一番なんかこう、一緒にさ、自立して一緒に生きていくみたいな関係性が築けるんじゃないかなと思ってて、私はそこが気に入ってるので、よかったら考えてみてください。でもね、全然何も考えないでね、ただ、なんかこの配信眠くなるな、寝落ちに使おう、おやすみとかでも全然、もう全然構いません。配信の楽しみ方は無限大だからね。